I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. I met a young man. Searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. When you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. 中央構造線の南側に連なる西南日本外帯山地から九州山地を歩いています。今回は宮崎県椎葉村の奥地を歩きます。冒頭の空撮は耳川支流の水無川流域の天坂の村でした。これからご紹介するのは支流利根川の左岸に形成された利根川集落です。天坂の村を歩く宮崎県は椎葉村に来ておりますけれども、ここは利根川の集落、重要伝統的建造物群保存地区になっていますけれども、あいにくのね雨でございます。こういう雨もまたいいもんです。しっとりした感じでね、石垣の集落ですので、雨に濡れたこの石の反射というかね、そういうものもなかなかいいものです。見えてきました。石垣が
高いですね。さっきね、向こう側で棚田のとこ行ったんですけどね、立派な石垣で棚田が築かれていましたけれども、その状態で宅地が作られてる、そんなイメージですかね。そんなね、大きい集落じゃないんですけどね。天坂の村といっても山の中腹にあるという感じではないです。坂は登ってきましたけどね、こんな谷から駆け上がったようなところにあるっていうわけではないんですが、斜面上に石垣を築いて、奥行きの浅い宅地にですね、屋敷が形成されていまして、建物が一列に並んでいると、いわゆる、山岳集落天坂の村の典型的な屋敷構え。ここは椎葉村でも同じです。いやー、こういう景色もいいね。晴れた時はもちろんいいんですけど、雨の山村もいいですね。なんか改めて感じております。石垣がね、襲ってて、これ石垣がそのまま石塀にちょっとなってんのかな。お寺のような立派な門が、石柱がありますけど、この下の家も棟を等高線に平行に並べております。ちゃんとコースになってるから大丈夫ですね。これね、玄関がついてるんだけど、普通の縁側になってる。おかしいね。そもそもここに式台があったんじゃないの？玄関が。これ多分玄関がついてたんじゃないの？違うかな。これは何ですか？これはお風呂これ。ここにあったのかな。これ柱の跡があるから、これ上屋があったんですな。ここにも柱の跡があるから、上屋があって、ここは外風呂になってたんだ。しっかりした作りですよね。これね、私有地なんですけどね、
散策コースの表示があるんで、多分ね、大丈夫です、行っても。物置だ。雲が美しいね。これ後でタイムラプスとってみますね。結構綺麗だと思いますよ、タイムラプス。シーバ村特有の屋敷構えが見られます。シーバ型と呼ばれる土地と呼ぶ土間、内根と呼ぶ居間、出井と呼ぶ寝間、御座と呼ぶ仏間の各部屋が並ぶ一列平面形式に特徴があります。シーバ村では山に囲まれ、山と共に暮らしてきた人々は自然を神々として敬い、大切にしてきました。その信仰が神々への感謝の表れとしての神楽や臼太鼓踊りなどの民族芸能、山の神祭り、正月、盆など多くの年中行事の中に生きており、現在へと受け継がれています。ここは平屋だ。一列型ってこの後ろ側がですね、こうなってるんですよ。ここはまあ結構スペース空いてますけど、こんな風になってますんで、後ろはね全く開口部がないんですね。そこは土間のところがあるのかな。沿ってますね。
の家はこっから入るの。この家もこっからアプローチ。あそこにもやっぱり門柱がある。この石垣の花は何て言うんですか？分かった人いたら教えてください。利根川神社の境内に生えている巨木の杉、矢村杉、別名利根の杉。花杉すごいよ。これがそうだ。うわー、はあ、すげえ形してる。うわー、これアートだね。大久保の大ヒノキ、樹高32メートル、根回り 9.3 メートル、樹幹が東西32メートル、南北30メートル。高さと同じぐらいの樹幹があるんだ。椎葉村には隔絶山村の中でも特にユニークな平家伝説が伝えられています。およそ800年前、壇ノ浦の合戦に敗れた平家の武士たちは追っ手を逃れて各地の懐の深い山奥に逃げました。古文書椎葉山由来記では次のように伝えています。道なき道を逃げ、平家の残党がようやくたどり着いたのが山深き椎葉だった。しかしこの隠れ里も源氏の総大将頼朝に知れ、那須与一宗隆が追討に向かうよう命令される。ところが病気のため、代わって弟の那須の大八郎宗久が追討の命を受けた。椎葉に向かった大八郎は険しい道を越え、やっとのことで隠れ住んでいた落人を発見。だがかつての栄華もよそにひっそりと農耕をやりながら暮らす平家一門の姿を見て、哀れに思い追討を断念し、幕府には討伐を果たした旨を報告した。普通ならここで鎌倉に戻るところだろうが、大八郎は椎葉に屋敷を構え、この地にとどまった。そればかりか、平家の守り神である厳島神社を建てたり、農耕の方法を教えるなど彼らを助け協力し合いながら暮らしていたという。そして平家の清盛の末裔である鶴富姫と出会い恋に落ちたという。まあ伝説としても誠に信憑性の薄いユニークな内容ですが、椎葉村には平家の末裔と言われる椎葉省と源氏の那須省の2つしかなかったそうです。上椎葉は椎葉村の中心集落があるエリアです。上椎葉に残る鶴富屋敷は300年前の建設と言われ、伝説の鶴富姫と那須の大八郎の恋物語の舞台となった場所でした。九州山地の天坂の村を歩く旅。次回は九州山地の主峰を越えて熊本県五鹿野省を訪れます。西日本を縦走してきたこの旅もいよいよ最終章となります。Trying everything I can, but I ain't got nothing left.
got nothing left.